チェンバーボーン。アップデート7。ビーバーたちにとって代わるボットを大量生産するため過去一番にでかい超巨大工場を建設した我らがビーバー。あまりのでかさに設計段階で超苦戦するもビーバーたちは1サイクルで見事完成。さあ今回も建設を始めるぞー。ただいま巨大工場は工場を稼働させるボット不足で一部操業停止状態。ダメじゃねえか。組み立て工場の作業優先度を上げたから、そのうちボットが増えて逐次投入されてくよ。工場以外の農家や水汲みなんかはビーバーも手伝ってるし、ボットの大量生産も意外とすぐに軌道に乗るかな？そういえば完成してから中見せてなかったので軽くご紹介。1階奥で2階が松屋に用の松。建物と管路の駅を直通にしたこだわりの効率重視設計。3階板と歯車で4階が歯車と加工板、5階が精錬所と放水場と池とおまけの松だな。そしてこちらがたくさんの記念碑で飾られた自慢のボット工場。左右にあるオレンジの制御タワーでボットの性能もアップ。最上階ではスチームバスを楽しむボットの姿が見られます。補給ステーションでエネルギーチャージしてるだけだろ。てへ。ちなみにここ加工板と精錬所を間違えてるので後でこっそり直しておきましゅ。事前に気づいていた君はコナン君並みの名探偵だ。うっとうしかった段差、はっぱー。これで平坦化も終わったし一体何を作る？ビーバーたちは繁殖止めたからあと数サイクルでいなくなる予定だぞ。ではビーバーたちのいた証として、ここに巨大なモニュメントを建設だー。絶対意味ない系の作業だ。てなわけで無駄に平らにして正直持て余してる建設予定地に、突出部を置いて測量。横幅だけで60マス以上あるな。大体の建材は2000くらいあるから大抵のものなら作れるかな？土砂の高さはここまで。そうだ、今回はいつもと違ってタイムラプス撮影してみよ。それでは完成までの足跡を早送りでご覧ください。1週間にも及んだビーバーたちのモニュメント作成、果たして何が出てくるかな？何やら茶色い壁がもりもり積み上げられてくぜ。今回のバージョンは甘露という革命的な発明があったので、それを有効活用するモニュメントに設計しました。どんどん茶色い壁が伸びていく。これがモニュメントになるのか。って完成してもただの茶色い壁じゃねえか。ちょっと待ってほしい。言い訳させてほしい。自分で言い訳って言っちゃってるぞ。よく見るとこれカルデランドって書いてありまして。遠くから見れば角度によっては見えないことも。ただの茶色の壁だろこんなん。辛辣。さすがにこれは没案件だな。1週間もビーバーたちが頑張ったのに。壊してください。文字はそのままでいいからせめて目立つ色に変更だ。畜生ー。ドットで文字書くのも楽じゃないんだぞー。ああ、壊さなくてもいい裏の甘露の部分も壊しちゃった。何やってんだよ。手前のところだけ作り直せばいいのに。すまぬビーバー、二度手間だけど頑張って。もう一回遊べるドン。でかいから地味にダメージもでかい。タイムラプス撮影までしたのに閉まらない。これがうちのレイムさんだ。文字の部分を土砂ブロックからダムにして再度設計中。早送り再生だけどサクサク設計してるな。これって作るの結構楽だったりするのか？私はグラフィックスゲールっていうドット絵のフリーソフトで、縦横サイズ指定して文字書いてお手本作って。振ってしまった一番下に甘露敷くの忘れてた。もう一回遊べるドン。で話は戻って作ったお手本をタブレットに送ってそれを片手に見ながら設計しております。作業時間は15分くらいでした。デザイン凝らなきゃ割と簡単なんだな。絵を描いたりは大変だけど文字だけなら意外と楽勝。説明してる間に再設計が完了。前回工事の経験を活かし、足場にもなる甘露部分の工事を優先設計に変更。これで1回目より早く建設できるかな？細かい気配り入りまーす。さあ皆の衆、作業に取り掛かるのだー。またなんか世界がガクガクして重くなってきてないか？タイムラプス撮影してる間ボットが100体ほど完成してた模様。もうそんなに増えたか。無色ボットが78体も、ビーバーを建設と運搬に回して他はボットにやらせましょ。はよ職場に行きなさーい。ボットの数がビーバー超えして逆転。もうビーバーいなくてもこの街回りそうだ。ボットが増えて仕事がなくなり遊んで暮らせると思ったか？残念、最後までバリバリ働いてもらうぞー。働くことがモットーなアイアンティース。彼らから仕事を奪ってはならない。さあ我が精鋭たちよ、閃光のごとく輝き突き進み、巨大モニュメントを建設するのだー。文字盤の裏を通過するビーバーたちが美しくきらめいた。のもつかの間、あっという間に丸太の在庫が枯渇。ダメじゃねえか。度重なる大規模建設に工場フル稼働が重なって、さすがに丸太の生産量が追いつかなかった模様。膨大な生産量を誇る立体植林場でも支えきれなかったか。ビーバーが建設するのをのんびり眺める日々。
建設作業員にまだ余力はあるけど、建材がないんじゃ仕方ないな。他にも色々計画してたけど追加工事はさすがに厳しいか。どんな計画だったんだ？この文字盤の裏をたくさんのビーバーに移動させてめっちゃキラキラさせたかったので、この裏に甘露の駅をたくさん作って、ビーバーたちの家や食料娯楽施設も作ろうと思っておりました。いいなそれ。でも次の丸太が増える前にビーバーが減少予定なので、完成しても誰も住まないゴーストタウンに、ビーバーがいないと結局甘露使われんジレンマ。なので今回はご縁がなかったってことで住宅化計画はなし。機会があったら別の世界でチャレンジだ。右端の光り輝くビーバーが最後の作業を終えて、カルデランドモニュメント完成。夕方でまた茶色い壁だ。また茶色い呼ばわり。文字の読める茶色。カルデランドモニュメント、完成だー。夕方で茶色かったのでしれっとお披露目をやり直すレイム。昨日よりかは茶色くないよ。まあ文字が読めるだけよくはなったな。こっち側に駅作れれば、いい感じに甘露キラキラできたのにな。じゃボット用の工場でも作るか？前回超巨大なの作ったばかりなのにさすがに作りたくないよ。まあそうだわな。オットボットがさらに100体増えて400体に増えてる。逆にビーバーは50匹減って残り150だ。それではビーバーたちに最後の仕事をやろう。ビーバー技術の極み、地球の人口回復機を建設するのだー。ワンダー。この水の少ない土地ではビーバーは繁栄できぬ、新天地へ移りそこで個体数を増やすのだ。使う資材は歯車加工板金属、これらは在庫あるからすぐ建設に取り掛かれるぜ。さあビーバーたちよ、最後の仕事だ、キリキリ働けー。このずらっと並ぶビーバーたちもこれで見納めかな？ちょっと寂しいぜ。今後はボットズラーになるかもね。とか思ってたらビーバー帰って夜はボットがお仕事独占。ビーバー最後の仕事だってのに奪う、これが血も涙もない機械生命体の空気の読めなさだ。ああ作業 25% まで進んで建設現場に変化が。夜中にやるな読みにきいだろ。ビーバーたちの最後の仕事がどんどん取られていく。なんかもやるな。朝になったら一旦停止してボットを止めましょ。ビーバーたちが出勤してボットからお仕事ゴーダーツ。てかビーバー幸福度高いから建設速度が220%、ボットが110%だから倍早かったりする。で翌日作業進捗が 49% になったところで、ビーバーたちの勤務時間が終わりを帰宅。そしてビーバーの空いた枠を我先にと集まり出すボット。ビーバーたちがいないタイミングで作業進捗が 50% を超えてまた見た目が変わるの巻。夜中にやるな読みにきいだろ。マリサの文句がカルデランドにこだました。はいビーバー出勤時間になったので、ボット作業一時停止でーす。すぐさま再稼働、空いた作業担当の枠をビーバーたちが奪い合う。ワンダープロジェクトへの参加はビーバー最大の喜び。ボットには真似できぬ高速トントンで、我らの集大成を建造するのだー。進捗が進み地球再生機の全容があらわになってきた。ボットの急激な増加によりグリスの在庫が枯渇。原料の菜種と生成物は余ってるから、グリス工場が足りてないな。てなわけでこんな感じに増築よろ。ワンダー建設中だがこれくらいなら楽勝かな？楽勝どころか即日数時間で完成。おまけで制御タワーも追加されたし、ここで働くボットたちの効率も上がりそうだぜ。もっと早く建ててやってもよかったね。だな。そしてグリス工場の増築工事の裏でやってた、ワンダーの進捗が 75% に到達。結構でかくなったけどフォークテールの時みたいな、芸術的なデザインではない感じかな？アイアンティスは公用の申し子、質実合憲でこいつらっぽいデザインと言えるぜ。そして建設開始から8日という短い工期で、地球再生機がいよいよ完成。お前が無駄に作り直しさせた茶色い壁より早く作れたようだな。茶色い壁言うな、これはこれで気に入ってんだよ。すまんすまん。お、ビーバーたちが撤収してる。地球再生機、完成だー。この装置は遠く離れた地へパイオニアを打ち上げる装置、もちろん最初のフライトはビーバー。パイオニアは先駆者や開拓者ってやつだな。このフレーバーテキストの機密のカタパルトってもしや、この数年前のエイプリルフールの公式画像のやつでは、うわこんな透析機みたいなやつからここまで進化したのか、アイアンティスの科学力はそのうち宇宙に届きそうだな。このカタパルトの向き、モロモニュメントの方を向いてるんだけど、ビーバー茶色い壁に激突するぞ。ちょっと心配。ワンダー起動のための物資運びに時間がかかってたので、目の前に取り寄せ設定の倉庫を追加。運搬員が近くまで運びパイオニアたちが中に運び込むことで効率大幅アップ。でもサイズが小さかったので夜中にこっそり拡張、後稼働はさせないけど繁殖ポットも目の前に建設。
ビーバーがいなくなった世界ではたまにボットがこれを起動し、定期的にビーバーを世に送り出すのである。ビーバーたちはきっとどこかで繁栄するだろう。いのーちの水。来ていたことすら連絡されなかった、24日と短く何の影響もなかった干ばつが終了。タイムラプスしてたので干ばつの瞬間は撮影できず。さあパイオニア、準備はいいか。ゴーグルつけてスタンバイ OK。それでは地球再生機、起動。大カタパルト部分がせり上がった。これなら茶色い壁にも激突しないで済みそうだ。さあ飛べアヤンティース。新天地に祝福あれ。こうして数匹のパイオニアはボットに乗っ取られた都市から脱出し、新たな文明を築くのであった。ビーバー多すぎると維持できないから外に送り出しただけ。ふむふむ全員送り出すと折りたたんで、次の物資が溜まるまで待機モードになるのか。細かい設計がなされてる、昔のカタパルトとは大違いだぜ。あ、統計データ出てきた。全シリーズより600日ほど早くワンダーしちゃったけど、生まれたビーバーの数は今回の方が1000匹以上多いね。水の消費量も今回の方がすでにかなり多かったようだな。ビーバーの数が違うから一概に言えないけど、効率だけなら感度あるアイアンティスの方が優秀だったかな？かもしれんな。ではモニュメント作ってビーバーがいるうちにワンダーしたところで今回はここまで。このシリーズまだ少し続きますので、もう少しお付き合いくださいませ。あと少しでビーバーたちがいなくなる街。果たしてビーバーなき後ボットたちはどんな街を作るのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。